皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回はディズニークルーズワンダー号シリーズ4回目です。私たちがオーストラリアシドニーから出港している2025年カウントダウンクルーズに乗船してきました。ディズニーワンダー号で過ごした6泊7日は本当に素敵で最高の思い出になりましたよ。シリーズ1回目では大好きなキャラとのグリーティングや楽しいパーティー、イベントなどをまとめたディズニーワンダー号船内での過ごし方としてご紹介しました。シリーズ2回目では無料レストランをご紹介し、シリーズ3回目では有料レストランやバーをご紹介しました。ご視聴がまだの方はこちらと合わせてご覧いただくと、よりディズニークルーズのイメージをお持ちいただけるかと思います。ぜひこの機会にご視聴とチャンネル登録よろしくお願いします。さて、シリーズ4回目の今回ご紹介するのはクルーズトラブル。クルーズ旅行って基本は海の上で過ごすものなので、船の外に自由に出るわけにはいかないし、行動エリアも船の中にしかないわけなので、やっぱり快適に楽しく過ごしたいですよね。でもやっぱりクルーズ旅行って何かしらのトラブルはつきものなのかななんて悲しいですが、経験上持ってしまうわけです。というのもこれまで大しけで船酔い、船から人が落ちる、飛行機がなくなるなど大小問わず様々なトラブルを経験してきたからです。ということで今回はクルーズにおけるトラブルについてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。このディズニークルーズでの大きなトラブルを挙げるとすれば、やっぱり寄港地で暴動が起きたことでしょうか。実はこの年末クルーズの寄港地はニューカレドニアの1カ所のみのことが多いのですが、出発1ヶ月ほど前にクルーズ会社からメールが届いたんです。簡単に言うと、ニューカレドニアは暴動が起き、治安が不安定だから寄港地を変更しましたという内容です。国際情勢に詳しい方ならご存知かと思いますが、ニューカレドニアはフランス領で、フランスからの独立を目指す先住民などによる暴動が起きたんですね。移住してきた住民にも地方参政権を拡大しようというフランス本国での憲法改正の動きがあったためで、もしこれが認められてしまえば、独立を反対する人が新たに住むことで独立反対票を投じることができ、独立が難しくなってしまうことにつながるからです。この件に関しての個人的な意見は控えますが、経済だけでなく人命にも被害が起きているというので、一日も早くこうした事態が収まることを願うばかりです。さて、こうした理由により寄港地が変更になったわけですが、新たな寄港地はホバートとエデン。そこどこ？というのが私たちの正直なリアクションでした。ちなみにホバートはここ、エデンはここ。ニューカレドニアは天国に一番近い島とも言われている人気観光地だったので、ここに行かないのならキャンセルするという人もいたかもしれませんが、私たちはというと、とにかく船の中でディズニーの世界を堪能したいという思いが強かったので、もともと寄港地にはあまり興味がなかったというのが本音です。だってわざわざシドニーまで行ってディズニークルーズに乗っているわけなので、もしニューカレドニアに行きたいなら船には乗らずに飛行機で行っていますしね。とはいえ寄港地が変更となった場合、どのような保証があるのかというのが気になるところだと思います。クルーズ会社から提示されたのは次の通り、寄港地ツアーの予約キャンセルと全額返金、クルーズのキャンセル料無料、$250の船内クレジット、飛
行地ツアーのキャンセルと全額返金については寄港しなくなったわけですから、当然といえば当然ですよね。クルーズキャンセル無料については、ディズニーワンダー号に乗船するのが目的で渡航する私たちにはあまりピンときませんが、オーストラリアに住んでいて乗船チャンスが何度もある人にとっては、今回の寄港地変更は乗船可否を判断するポイントになるかもしれません。なので私たち的にはこの$250クレジットはただただラッキーでした。船内でのドリンク代やグッズ購入に充てましたよ。そして変更になった新たな寄港地は、先ほどからご覧いただいている街並みの場所で、ただ街並みを歩くだけでも楽しいし、気になるカフェに立ち寄ってみるのも楽しいし、ちょうど大きなお祭りも開催されていて、美味しい生牡蠣を食べたりして楽しみました。私たちは2カ所の寄港地のうち1カ所はこうして外に出て遊び歩きましたが、もう1カ所は人が少なくなった船の中でのんびりと過ごしましたよ。船の上からお祭りの花火なんかも見ることができて、寄港地ではとても素敵な思い出ができました。寄港地で過ごした様子や船の中の様子も次回以降ご紹介していきますので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。今後も様々なグルメや旅行をご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。